そっか。じゃあ続いて、花ちゃんの疑問に思ってることを。はい。山崎ウォーカーって名前は何なんですか？何なんですかって、すごい質問だね。根本から聞いちゃって。だって、ね、台本の中で、山崎ウォーカーってなんか、異質じゃないですか？そうですね。ずっと気になっていましたが、ハーフなんでしょうかという質問もね。そうなんです。じゃあ自問自答してみます。はい。彼は、自分で答え出すの。彼はハーフだそうです。そう、ワゴン組の4人はすべて電撃文庫作家が元になっております。だって、山崎ウォーカーは繰り返し読んでいますと、撲殺天使ドクロちゃんなどを書いている岡山崎という作家になる感じ。山崎ウォーカー、山崎ウォーカー、山崎岡山崎。ちょっと挟ったね。すごいスイッチしたな、今。上手。ドヤ顔してるけども。瞬間おかしくなったよね、今ね。ちょっとおかしかったかな。でもいいよ。そうだったんですね。でも何人と何人のハーフなんですかね。そこ気になりますね。ウォーカー。まあいいや。まあじゃあいいです。じゃあいいっていうことにしましょう。落としちゃったよ。大丈夫ですか？じゃあ次行きますか、次の質問。はい。じゃあ拾っててください。はい。じゃあ次の質問こちら。神谷さんからの質問ですね。ワゴン組は何を、これなんだ？なりわいですね。なりわいです。なりわいとしているのか気になると。はい。あいつら何をして生活してるんですかね？ねえ、中村さん。知らねえ。当然知ってるでしょ。お前知ってるだろ？なんで知ってるの？いや、僕は働いてますよ。なんか仕事してたよね。トイレのタイル貼ってたでしょ。貼ってたよね。職人みたいな感じだったよね。職人だって言ってるから、働いてるんですよ。で、みんなを養って。あとの二人は？そう、あとの二人は。3人いなかった。ごめん。岩崎と狩沢とドタチンと。あれあとなんか、あれ抗菌 A か。抗菌 A。寺島くんがやってた抗菌 A。そうじゃないよね。そうじゃないか。トグサっていうのがね、板木が。まあ彼は、多分、ドタが金払ってんですよ。雇ってね。雇って。ドタの専用運転手。運転手なんで、なんで言うんだろう、さんまさんにおけるジミーちゃん。やってる。やってるだよ。何やってるそれ広げなくていいから。そうなんだ。で、残り2人は分かりませんね。基本的には。何してんだろう。その回答もいただいてますか？あるの？回答があるの？いただいてます。じゃあ、なんで俺踏んでんの？中村さんなら答えるかな。わかんないです。ごめんなさい。教えてください。ですね、まあ、角田は、職人さんということで。ざっくりしてんだ。何職人なんですか？左官屋さん。壁作るね。そう。で、山崎は氷の彫刻道化師。なんかホテルとかのイベントとかで、あいつすげえ芸術肌じゃない？白鳥作ったりしてました。マジで？そう。狩沢は、火炎瓶持ってヒアビーゴーの人でしょ？そうだよね。ヒアビーゴーだったよね。最新話でね。そうだよね。このヒアビーゴーって言ってたよね。すごい高いとこからヒアビーゴー。あいつほんと天才だと思ったわ。火事やべえなと思って。生々しきテンション上げてたからね。そうですか。そうなんです。でね、狩沢は、シルバーアクセサリーの制作販売。やってそう。あれなんかちょっと待って、ドタチン立場がどんどんなくなってきたわ。一番稼いでないかもしれないな。壁だもんな。やばいよね。で、サブローはサブロー。そう、気になるトグサさんはですね、家族がやっているアパートで、賃貸の取り立てをしているそうです。おい、ボンボンじゃねえかよ、あいつ。取り立てなんだ。取り立て業。そういう家なんだ。取り立て業。静雄と同じ。そうだよね。かぶっちゃってんだ。ちょっと俺とかぶってんだ。あいつ殺す。存在を消す。あいつ殺す。そうなんだ。あいつにひょっとしたら食わせてもらってる。そうだったのかもしれない。もしかしたらね。ほら、お前らも食ってけよっつってさ、なんか3人と一緒に寿司食ってたけど、最後は角田が、サブローに。トグサがトイレ行った時に、会計を。行こうっつって。じゃあサブローの車だ、あれも。そうだよ、きっと。サブローの車でね、送ってって。地主なんだ、あいつ。やるな、あいつ。何気にワゴン組はそこまで言ってないと思いますけど。面白い。あいつすげえな。面白い。何気に生計を立てれてる。よかったです。ありがとうございます。ワゴン組でした。すっきり。いい質問。はい。そしてじゃあ続いての質問いきましょうか。続いては小野さんからの質問です。小野さんからの質問はこちら。ロシア寿司のメニュー、どんなメニューがあるのか気になる。そうなんですよ。
これ結構、高谷さんのアドリブでどんどん増えてる可能性があるんですけども。めちゃくちゃ言ってるからね。じゃない。しかも、本当にたまに言いながら考えてる時があるから、やめるでしょ。うん。あれが面白くて。ちょっと間ができるんですよ。そう。アドリブに間ができるってないんだけど、サイモンじゃなくて、高谷さんになる瞬間がある。でも、監督は、いいですって。今のすごく良かったですって、OK になるから、はい、っつって。終わるね。結構すごいこと言ってるんですよ。みんな聞き取れてます。聞き取れるかなあれ。裏で言ってるもんね。こう抑えてるかもしれないね。缶詰昨日開けたばかりだから大丈夫だよ。缶詰なのってやばいものばっかりしてるんですよ。古くなったやつ火を通してるよ。うち食中毒まだ出てないね。だから大丈夫よって言ってる。本当なんだよ。本当にそんなん言ってるから。ででですね、出た回答がね、こちらは何でもありだと思います。わあ、ざっくり。ですね、彼らは創作ロシア寿司っぽいところもありますし、むしろ小野さんが考えていただいたメニューがそのまま原作でも登場するかもしれません。おね、そうなの？本当に？はい。じゃあキャビア軍艦でどうですかね。ロシア産の。ありそうだけど、なんか。え？もうありそうだよ。ありそうなの？ありそうか。じゃあカリフォルニアロールってどうですか？僕が考えたんですけど。なんか、マトリョーシカ巻きが出るらしいですよ。じゃあそれで。マトリョーシカ巻きって何ですか？ところで。マトリョーシカ巻き。だから、開けても海苔巻きなんじゃないの？開けるってわかる。海苔巻き開けるって何？海苔巻きの具が海苔巻き。入っていくってこと？それ海苔だよ。海苔巻きの具が海苔巻きなんですね。何もないじゃん。ねで、また海苔巻きなんだね。永遠に。で、最後米粒なんだろう。あ、そう、米を巻いてるの。あ、そう。マトリョーシカロール。そう、これね、原作、最新刊8巻に登場するらしいので、皆さんぜひチェックしてみてくださいな。というわけで、じゃあ次行きますはい、次、は続いての質問いきましょう。続いて中村さんから。中村さんからの質問はこちら。アンリは自分の暴力的なまでの肉体を武器として使うことはあるのでしょうか？お前本当に、お前、ダメだぞ。さっきから。いや、だって、今ね、皆さんは、この流れで見たから、僕だけちょっとバカじゃないのかな、みたいな流れになってるでしょ？まあ言うならば。でも、僕はこの紙をいただいてファックスコメントとして、ここに書けと言われた時に、皆さんの答えなんか知ったこっちゃないわけですよ。もう僕にはここにしか世界がないから、じゃあ疑問に思ってること素直にぶつけた。お前の欲望じゃねえかよ、だから。結果。黙っちゃっただんまり認めたということですね。早く教えてください。答えがあるんでしょ？聞いたんでしょ？回答しますあ、およ。願いします。アンリは本人が意識しないうちに他の男子たちを攻撃しているかもしれません。しかもアンリは本人のスタイルの良さに全く気づいておりません。もったいないね。そう、服のサイズとかに関しては自分はちょっと太ったのではと思っている今日この頃です。かわいい。っていうことだそうですが。そうか、だからなんかぴっちりな服着ちゃうんだね、ピチピチなんだね。もう、すごいもんな。だから、で、かつ、それですでにもう攻撃を受けてるわけだ。あ、そう、本当すごい。精神的に。もうずっと見るもん。何ダッつって。つって。なるわけだ。ねえ。やっぱ走るのは辛いんですか？私はあんまないんでよくわからないですけど、いいんだよ、そんなこと言わなくて。宮野くんね、ちょっとわかんないけど、謝って。とにかく。すいませんでした。謝る気ねえな。はい、はいではそんなこんなで続いてのお題に行ってみましょう。行きますかはい、続いてのお題はこちらです。デラララでお気に入りのシーンを教えてください。おーいいですね。はい。このアンケートはですね、出演者の皆さんの前に今までの中でのお気に入りのシーンを、アンケートしましたので、それをね、順次流していきたいと思います。おーはい。というわけで、こちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。ただいまあれこれあいつが出てきちゃうやつじゃないいいシーンですね。俺、このお話大好きだよ。来ますね、これ。のこれいいの爆笑したもん。来ますよ。これはダメだよ。これ大丈夫？放送して大丈夫？これ。ダメ、開けちゃダメだ開けちゃダメだ
意外となんか華奢な体してんのね。そうお父さんこれ今頭の上にびっくりマーク出ちゃってるね。トゥイーントゥイーンっつって。スネークがね、中の人。わかるからとりあえずその影の部分はない思えば昔から解剖をすると嬉しそうに笑う変態的な子供だった。明らかにあんたの影響だろう。あんたではなくお父様であろう。面白いな、このくだり。まったく、さっき言ったばかりなのに相変わらずセルフィー君は粗骨だな。そんなことだから私が首を盗んだ時も気づきすら。しまったごめんなんて言った。どうしよう、大事な秘密をうっかり口にしてしまった。スネーク。まだ大丈夫。セルフィーはドジっ子だから気づかない。は？ドジっ子セルフィー、ドジっ子セルフィー。黙れ。なんで2回言う。逆上したドジっ子の攻撃など簡単に先が読めるな。父さんでもセルティをバカにすると許さないよ。分かったちゃんと説明する。こうなっては隠しても仕方がない。確かに君の首を奪い製薬会社に引き渡したのはこの私だ。開き直るな。いいだろ、ついてきたまえ。見せたいものが今のアドリブでしょ。なんか絶対アドリブだから。パスはアドリブです。何にもつけてないの。あれ逃げた。あの変態野郎逃がした。動いてるな。とりあえずエレベーターのボタンだけ押す作戦は成功だ。荷物はいずれ取りに来る。じゃあシュールすぎる。シュールだないや、いいですね。いや、面白い。ちなみにですね、この映像がお気に入りの方と選んだ方、これは私、豊永が、はい。と、あと、花ちゃんですね。おー、はい二人が。はい。これなぜ？これはですね、は面白いからです。そのままだ。なるほど。としくんはこれはですね、面白いからです。なんだよ喧嘩やめて、喧嘩やめて。今まで真面目にやってたじゃないですか。真面目にやってたか。真面目に。いやでも単純に笑いがシュールじゃないですか、あそこって。本当にそうですねさあ、なんか、もう首のない人と、ガスマスクの人と、ね、よくわかんない人と、四字熟語いっぱい使う人と、の3人なのに。それ4人になっちゃったよね。よくわかんない人よくわかんない人の四字熟語を使う人とマスクの人と首がない人たち。よくわかんない人。よくわかんない人、俺はわかんないですけど。よくわかんない人は全員なんですよ。あね、全員、最後に言うべきだった。やっぱ申し訳ない。ねがなんかその、割と普通な世間話というか、を繰り広げてるところが僕は単純にシュールで面白いなと思ったんですよ。俺をすがるような目で見なくていいよ。もう完全に今、助けてくれよって顔してたよ。大丈夫かな。こいつ何言ってんだよっていう。